川の水位が上昇し、氾濫危険水位を超えています。今月2日の台風2号は東海地方各地に大雨をもたらし、愛知県東部では線状降水帯が発生。豊橋市ではたった2日で平年の6月1月分の2倍以上の雨量に。午後5時半過ぎの愛知県豊橋市です。市内を流れる梅田川が氾濫し、辺り一面濁った水が広がっています。大雨から一夜が明けました。豊川市、広い範囲で冠水しています。この大雨で17の河川が氾濫を起こし、床上床下合わせて982棟の家屋が浸水。ダメだ、冠水で演奏して止まってもうた車。至る所で車も水没し、多くが路肩に放置されていました。あれからおよそ1ヶ月、道路に放置された車はなくなりましたが。愛知県蒲郡市です。記録的な大雨から3週間が経った今も、土砂崩れが起きた国道23号は通行止めになっていて、土のうが積まれたままの状態になっています。現在も通行止めなどの規制が続いている道路や、土砂が崩れた後も舗装されずそのままになっている場所があります。今までこんなことあったことないだもん。うなるような雨が降って、雨の音で倒れるんですよな。音も一瞬分かんないでね、豊川市水戸町では土砂崩れや倒木によって2階建ての民家が押しつぶされました。住民は被害に遭う前に避難していて無事でしたが、今も倒壊した家屋がほとんどそのままの状態で残されています。土砂災害の危険があるため、避難指示が出されたままで2世帯が避難を続けています。危険なことは危険だとは思うけど、早急に復旧してほしいなということはありますよね。一方でこんなところにも被害が。豊川の上流にある新城市の神佐川。普段は穏やかですが、大雨で川の水位が急激に上がりました。何もかも枯れ木や枝も全部鮎と一緒にみんな流れちゃって、川が狭まって滝のように流れる場所で飛び跳ねながら登っていく鮎を網で拾い上げる笠網漁が江戸時代から続いています。今月1日に漁は解禁されましたが、一時は全く取れませんでした。先月末には元気に鮎の群れが滝を登る様子が確認されていましたが、漁解禁の翌日があの記録的な大雨、濁流で鮎が流されたとみられます。豪雨の時だと茶色く濁って土が流れるじゃんね。鮎が喜ぶ苔、青い苔が餌がなくなっちゃうわけ。砂に乗っかっちゃうから。だからそういうのがきれいにならないと鮎が集まってこない。ようやく今月20日から鮎漁が再開されましたが、鮎は激減。いつもなら10分程度で20匹は取れますが、この日は20匹取るのに1時間もかかりました。全然だね。例年に比べたらもうね、ほとんど取れないという。今年この後取れるかどうかっていうのは分からないんですね。さらに愛知が全国シェア6割を誇る大葉にも深刻な被害が。現状維持なんていうのは程遠くて、大事な時期に対してやはり出荷量も1割2割ぐらいは減ってしまうんじゃないかなとは思っております。こちらでは今月2日の大雨で7棟あったハウスがすべて浸水し、大葉や農機具などが水没。
被害総額は3000万円を超えるといいます。あれから1ヶ月が経ち、泥がついた大葉を洗浄して育てていますが、こういう形が基本なんですけれども、今回水に浸かった芽がやられてしまったので、こんな奇形な形になってしまって、泥水に浸かった影響で葉の形が悪くなり、出荷できない状態に。枯れたものを刈り取り、新しい苗を植えましたが、大葉の受容期には生育が間に合いません。今回の大雨での大葉の被害額は実に11億円余り。農家は根本的な水害対策が必要だといいます。河川の改修等々、こういう洪水対策なかなか難しいとは思うんですけれども、災害が起きないような、ちょっとした対策を、改めて、そういうのを見直していただけると、大変助かります。また水産業でも大きな打撃を受けています。豊橋市ではうなぎの養殖も盛んですが、市川哲夫さんの養殖池でも被害が。ここのとここういう風に入ってると思うんですね。でも隙間からどんどんもうツーツー。うなぎもその側面から全部逃げていっちゃうっていう。今年7万5,000匹のうなぎの稚魚を仕入れ、およそ3ヶ月余り飼育をしていましたが、ハウスが水没したため半分が逃げてしまいました。被害額はおよそ2000万円に上るといいます。去年休業してたんで、今年はやろうと。今年になってその観光地だとかそういうところで人が動くようになれば、食べていただけるあれもあると思うので。うなぎの稚魚は取れる量が激減し、ここ数年空前の高値が続いています。コロナ禍やウクライナでの戦争による燃料や餌代の高騰を受け、去年は休業していた市川さん。長く続いたコロナ禍が落ち着いたことから、お客さんが戻ってくる期待をかけて無理をして稚魚を仕入れましたが、この大雨で全てが台無しになった形です。残ってるものをなんとか育てて回さないと、もう本当に大赤字っていうよりももう立ち直れなくなっちゃうので。副業にしていた釣り堀も水没したため、200匹ほどいた鯉のほとんどが逃げ出してしまいました。釣り堀からおよそ500メートル離れた用水路には、あそこ今浮いてきたあれ見えます？泳いどあれ、あんな大きいあれ。市川さんの釣り堀にいた鯉の姿が。今月2日は大雨に備え、海につながる用水路の水門が開かれていたため、鯉やうなぎはここから海に逃げ出したとみられます。2500万円もの被害が出た中、行政に求める支援についてこう話します。貸し出しじゃなくて、被害額に対して何割の補助しますよとか、そういうやつでないといただけないと思う。県や市の方が立ち直れるような補助をしていただくことが一番私は望みたいと思う。今回の大雨による農業や水産業、林業の被害総額は実に68億円余りに上っています。関係者としっかりと農業者としっかりとですね、連携をして農業者に寄り添った対応をしていきたいと。寄り添った対応とはどのような支援なのか。深刻な被害に苦しむ現地の人々は一刻も早い決断を求めています。